はいどうも、エンちゃんです。Hello everyone、大家好。今回なんですけれども、コロナの患者さんを実際に見ている医者っていうこともあって、友人からたくさん質問を受けますので、動画にしてまとめて発信したいと思います。今回のテーマは、血液型とコロナの関係です。欧米では割と話題だったんですけれども、日本ではあまり取り上げられなかった話題なので、ここで動画にしてみたいと思います。長ったらしいのは嫌いなので、はじめに結論からいきたいと思います。血液型が O 型の人はコロナにかかりにくいかもしれないです。そして A 型の人はかかりやすいかもしれないんです。血液型にかかわらずコロナウイルスには誰でもかかります。絶対にかからない人がいるってことはないです。これまで世界で行われたいくつかの研究成果を見てみると、O 型の人はかかりにくい可能性が言われていて、逆に A 型の人はかかりやすいかもしれないんです。ではこれから世界の研究発表をちょっと見ていきたいと思います。一番初めに中国から2020年3月にコロナウイルス感染症と血液型の関係を調べた研究が報告されました。まだ日本でコロナが猛威を振るう前の時期ですね。ジャオ先生たちは中国国内の3つの病院で2100人以上のコロナウイルス感染症患者さんと一般の人の血液型を比較しました。その結果、3つの病院すべてにおいて血液型の A 型は A 型以外の人と比較してコロナウイルス感染のリスクが高くて、一方で O 型の血液の人は O 型以外の血液型の人と比較して感染のリスクが優位に低かったっていう結果が出てます。でその後ウイルスがヨーロッパに広がり始めて、6月にアンドレ・フランキー博士によってイタリアとスペインで行われた遺伝子の研究の発表が出てきました。この研究では呼吸不全で入院した重症の1980人のコロナウイルス患者さんの DNA を調べて同じような結果が出ています。重症のリスクが A 型で高くて O 型で低い可能性が示されました。最後にアメリカ・ニューヨークからの研究ですね。11月というついこの前発表された研究成果です。ニューヨークプレスビテリアン NIP というニューヨークで一番大きい病院グループで行われた研究で、マイケル・ジーツ先生の発表です。コロナと感染性、重症化、死亡、その全てを血液型で調べた研究です。1万人以上を対象にして調べた研究です。ただこれまでと結果がちょっと異なっていて、O 型が感染の可能性は低いんですけれども、死亡率が A 型で下がるっていう結果が示されています。啓示的に3つの研究を紹介してきました。ですが一貫した結果にはなってないですね。血液型だけで感染性が決まるってことはもちろんないので、研究が重症者に偏ってたりとか人種の差が大きかったりすると結果が変わってきてしまいます。これを専門用語でバイアスとか後落因子って呼んでいます。次になんで血液型が関係してくるのかってことですよね。なんで O 型がいいのかっていう疑問はみんな出てくると思います。たくさんの仮説がこれまで考えられてますけれども、一つここで紹介します。O 型の血液型を持つ人は血液の凝固、血液が固まることを促進するタンパク質の量が少ないことがコロナの前の研究で分かってます。具体的に O 型の人は健常者であってもフォン・ビルブランド因子のレベルが他の血液型に比べて25から 30% ないことが言われてます。フォン・ビルブランド因子は血管が損傷した時に登場して血液中の血小板が血管にくっつくことを助けます。なんで O 型でフォン・ビルブランド因子が少ないかというと、これもよく分かってないです。いくつか仮説はあって、O 型の人ではフォン・ビルブランド因子が壊される速度が速いと言われてます。O 型の人の血液中にフォン・ビルブランド因子の分解酵素アダム TS13 というのが多いので分解を受けやすいという仮説があります。血管の中や肺とか心臓で起こる血栓症が重症化や死亡に関わると考えられています。O 型で血栓症が起こりにくいなら重症化しにくいっていう仮説でした。でこれまで研究成果のところを見てきましたけれども、
実際に感染した患者さんを見ている僕たちから現場での状況を見てみると、実は僕たちの体感だとこれまで血液型で感染のしやすさとか重症の度合いが変わるって思ったことは一度もないんですね。これなんでかっていうと、3本目でアメリカの研究成果を見てみると分かるんですが、血液型でのリスク差が 1% 以下なんですね。ですから日本で100人以上見たって言った僕であっても、その差が分かるほど明らかな差ではないんです。でこういう1万人以上集めた大きな研究でやっと検出できる差ですね。ですから最後の結論でまとめます。血液型がO型の人はちょっとだけコロナにかかりにくいかもしれないです。それだけです。この動画ためになった、面白かったという方はぜひチャンネル登録お願いします。登録者が増えると次の動画への励みになります。ではさようなら、次回会いましょう。See you next time. 再见。